スーパーのパンがまた値上がりする可能性があるのだ。ホルムズ海峡が完全に開いたとイランが宣言したのに、肥料価格は 47% も高騰したままなのだ。開通したのに値段が下がらないんですか？ホルムズ海峡って何が通れるようになったんですか？今日は5本のニュースをまとめるのだ。ホルムズ海峡の条件付き再開と食料価格、レバノン停戦とユニセフの警告、南スーダンの飢饉危機、米陸軍の軍用ヘリエンジン開発問題、そしてバスケットボール界の伝説の訃報なのだ。どれも今後の日本の暮らしや世界の安定に関わる話なのだ。まず1本目、ホルムズ海峡の条件付き再開なのだ。フォーリンポリシーなどによると、イランは4月17日に商業船舶に対して完全に開通したと宣言したのだ。世界の石油の約5分の1が通る、文字通り世界経済の陰謀なのだ。約7週間の封鎖で、原油価格の急騰と金融市場の混乱が続いていたのだ。7週間も封鎖されていたんですね。でもトランプ大統領は、ホルムズは絶対に閉めないと約束させたって投稿していたのに、イラン内相は、停戦が続く期間中だけ開けると書いていて、言ってることが全然違いますよね。鋭い点なのだ。トランプはレバノンとは無関係と言い、イラン内相は停戦期間中だけと言っている。つまりいつでも再封鎖できる条件付き開通なのだ。さらにトランプはイランの港への米海軍の封鎖は取引が 100% 完了するまで継続とも投稿していて、イラン系メディアはすでに封鎖が続くなら再び閉めると警告しているのだ。ここが問題の核心なのだ。マーケットウォッチによると、米国の農業団体が記録したデータでは、尿素肥料の価格が2月末から 47% も上がっているのだ。農家は今年は必要な量の肥料を買えないという状況に追い込まれているのだ。これが日本の食卓に直撃するのだ。肥料が足りないと農作物の収穫量が減りますよね。日本は小麦や大豆をアメリカから大量に輸入していますから、食パンや豆腐の原材料が高くなるということですか？その通りなのだ。日本は食料自給率が約 38% しかない。肥料の主原料であるフレアは天然ガスから作られるから、ホルムズ封鎖、天然ガス価格上昇、肥料コスト上昇、米国農家の減産、輸出食品の値上がりという連鎖が起きているのだ。海峡が今日開いても、農家がすでに今シーズン分の購入計画を削った後だから、手遅れ、とマーケットウォッチは指摘しているのだ。ガソリン代より食パンの方が先に値上がりするという話になるんですね。ホルムズが開いたとニュースを聞いて安心した人も多いと思いますが、農業の時間軸はもっと遅いということでしょうか。2本目はレバノン停戦とユニセフの警告なのだ。ミドルイーストアイによると、国連児童基金ユニセフが4月17日、レバノンの停戦について必ず守られなければならないと緊急声明を出したのだ。過去46日間でレバノンの子供172人が死亡、661人が負傷、41万5000人以上の子供が避難を余儀なくされたのだ。46日間で子供だけで172人。ユニセフが、停戦はただの戦闘の一時停止ではなく、子供たちが本当に回復するための機会でなければならない、と言っているのが胸に刺さります。でも、ホルムズ海峡の話と連動していますよね。停戦が壊れたら海峡もまた閉まる可能性があるということですか？まさにその連動性が今回の最大のポイントなのだ。イランはレバノンのイスラエル、ヒズボラ停戦が続く間だけホルムズを開けると言っている。つまりレバノンの停戦が崩れれば、ホルムズも再び閉まり、原油、食料、肥料すべてに影響が波及するのだ。子供たちの人道的苦境と原油価格が同じ一本の糸でつながっているのだ。3本目は南スーダンの飢饉危機なのだ。エール・ジャゼラによると、国連の人道支援担当トップ、トム・フレッチャー氏が国連安全保障理事会で、南スーダンが全面的な飢饉と崩壊に向かうことを防ぐべきだ、と緊急演説したのだ。750万人が今年食料支援を必要とする見込みで、洪水、戦闘、人道施設の略奪が同時に進行しているのだ。750万人というのは、日本で言えば大阪府の人口と同じくらいの規模ですよね。2018年に内戦を終わらせる和平合意があったはずなのに、なぜまた悪化しているんですか？エイエル・ジャゼラの報道によると、2018年の和平合意後も対立勢力が各地に残り、昨年末に反政府勢力がジョンブレイ州の政府拠点を占拠したのだ。それへの報復で今年1月に大規模軍事作戦が始まり、28万人以上が避難を強いられたのだ。さらに季節的な洪水が迫っており、7月末の端境期まで食糧危機は悪化し続けるというのだ。フレッチャー氏は、次
次に報告するときには飢饉という言葉を使うことになるかもしれない、と述べたのだ。南スーダンもレバノンも、根っこには合意が守られない、という問題がありますよね。国際社会が仲介した停戦や和平が機能しない理由が、私には構造的な問題として見えます。国連が警告を出しても動かない安保理の限界、というのが繰り返されている気がして、正直、怒りを感じます。紬の見立てはそうなのだが、もう一つの側面もあるのだ。今日の3本のニュース、ホルムズ、レバノン、南スーダンは実は全部食糧危機という一本の軸で繋がっているのだ。ホルムズ封鎖で費用が 47% 値上がりし、米農家が減産し、途上国への食料支援物資も減る。南スーダンへの人道支援も資金不足が深刻なのだ。日本家庭への影響を試算するのだ。子育て世帯で月の食費が6万円の家庭を想定すると、輸入小麦、大豆、トウモロコシの国際価格が 10% 上がると食費は約3000、4000円増える計算なのだ。学校給食への影響もあり、東京都内では給食費の値上げ検討が2025年から続いているが、今回の肥料高騰がさらに上乗せになる可能性があるのだ。4本目は米陸軍と GE の軍用エンジン開発費用問題なのだ。ブレイキングディフェンスによると、米陸軍はブラックホーク後継機向けの次世代エンジン ITEP の開発試験費用について GE などメーカー側にも負担するよう求めているのだ。 GE はすでに約500億円相当を投資済みだが、さらに資金が必要だと表明しているのだ。米軍のヘリコプターのエンジン開発で揉めているということですよね。2027年度の国防予算案でこのプログラムへの予算がゼロになったというのは、かなり深刻じゃないですか。日本の安全保障にも影響しますよね。視点がいいのだ。日本の陸上自衛隊もブラックホークを101機保有しており、米軍の調達動向が将来の機材更新に直結するのだ。ITEP はブラックホークの出力を 50% 以上高める計画で、もし開発が中止されると次世代ヘリの調達コストが上がり、日本の防衛費にも波及する話なのだ。ただブレイキングディフェンスによると、機械が昨年度2億3800万円相当を別途確保し、完全頓挫は避けられた状況なのだ。5本目、今日最後のニュースはバスケットボール界の訃報なのだ。LA ナシオンなどが報じたが、ブラジルのスーパースター、オスカー・シュミット選手が4月17日、68歳で亡くなったのだ。MO、サンタ、聖ナルテと呼ばれ、25シーズンで49,703ポイントを記録したバスケットボール史上最多得点記録保持者なのだ。バスケで49,000点以上、NBA のレブロン、ジェームズが持つ NBA 史上最多記録が約4万点ですよね。それを超えているんですか？ NBA には入らなかったんですか？ NBA にドラフト指名されながら、あえて断ったのだ。当時の NBA は選手が所属クラブの許可なく代表チームに参加できなかった。オスカーはブラジル代表への忠誠を選んだのだ。その選択の結果が1987年パンアメリカン大会でのアメリカ撃破46得点という歴史的名勝負なのだ。オリンピック5大会出場で1093得点という五輪史上最多記録も未だ破られていないのだ。冒頭の食パンがまた上がるかもという話に戻るのだ。ホルムズ海峡が開いたというニュースだけを見ると、よかったと思うかもしれないのだが、肥料価格 47% 高騰、停戦の脆さ、南スーダンの飢饉危機という三重の構造問題が、今この瞬間も進行中なのだ。開いたは出発点に過ぎないのだ。今日の5本をまとめるのだ。ホルムズ再開は条件付きで肥料危機は解消していない。レバノン停戦は脆く、子供17万人以上が今も危機下にある。南スーダンでは750万人が飢饉の瀬戸際。米陸軍と民間企業の費用分担議論は日本の防衛調達にも波及しうる。そしてバスケ史上最多得点記録のオスカー・シュミット氏が68歳で逝去した。今日覚えてほしい数字は一つなのだ。肥料価格 47%。これだけで今後に3ヶ月の食卓コストが見えてくるのだ。今日の5本、どれが一番気になりましたか？私は南スーダンの話が特に重く感じました。ホルムズの話は経済ニュースとして注目されますが、その陰でアフリカで750万人が飢饉に直面しているというのは、もっと報じられるべき話だと思います。皆さんはどう思いましたか？コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは毎日海外ニュースをわかりやすく解説しているのだ。チャンネル登録と高評価ボタンで応援してほしいのだ。次回は中東情勢の続報とホルムズ海峡の完全正常化にはいつなら到達できるのかを深掘りする予定なのだ。通知をオンにしておくと見逃さないのだ。今日もありがとうなのだ。